打ったら勝ち、打たれたら負け。自分にしかない持ち味が必ず全員ある。今できないことも必ずできるようになる。ワクワクして続きが早くやりたいよね。剣道はゲーム、まずはこれでいい。皆さんこんにちは、犬です。このチャンネルでは剣道に関する僕の経験や知識、技術、考え方などをお伝えしていきます。僕は剣道を始めてから剣道を楽しいと思った経験はほとんどありませんでした。たくさん練習もしていたので負けるわけないという自信もありましたが、勝ちたい、負けたくない、失敗したらメンバーから外されるかもしれない、誰かと比べられている、いつもそんなことを考えながら剣道をしていました。試合に勝てばほっとして、負けたらズタズタに怒られて、勝っていい思いをしたこともあったけど、あの頃に戻りたいかと言われると戻りたくありません。試合に勝てなかったりうまくいかない日々が続くと本当に地獄で、それでも何とかしなくちゃいけなくて、そんな思いで必死にやっていたのを覚えています。それでも今は剣道を続けてきてよかったなと思います。あの頃の自分に今の知識、技術、考え方を伝えてあげられたら、もっと楽しく剣道ができたんじゃないかなと思います。今剣道を楽しんでいる人たちと剣道の魅力を共有したいし、昔の自分のように剣道が楽しめていなかったり、挫折したり苦しんだりしている人に見てもらって役に立つことができたらいいなと思います。皆さん剣道楽しいですか？どういうところが楽しいか。僕の場合は試合で勝つのがやっぱり楽しいです。稽古で相手を打てるのが楽しいです。技を練習するのも楽しい。きつい練習も考え方によっては楽しくできる。試合で勝つっていうのは練習で打つのとはまたちょっと違う。自分が打った技に対して審判が旗を上げる、これが気持ちいいんですよね。あとうまくやられたりした時も、うわやられたみたいのが楽しかったりします。つまらないとかネガティブなイメージを持っている人は、負けると怒られる、プレッシャーが怖い、チームに迷惑がかかる、どうやったら強くなれるか分かんない、どうせ自分よりあの子は強いから、そんな風に思ったりしませんか？今日は考え方を伝えていこうと思います。剣道ってどうしても硬いイメージがありますよね。ずっと続けてるとそれが普通っていう風に慣れてくるけど、こんな言葉たちがイメージできます。ビシバシ、厳しく、辛くても頑張る。でもその前に楽しくをつけると、楽しくビシバシ、楽しく厳しく、楽しく辛くても頑張る。なんかちょっとイメージ変わりますよね。剣道は武道だから、厳しくとかそういう側面も確かに大事。でもやっぱりきついだけじゃ続かないって。好きこそものの上手なれなんて言葉があるけど、楽しいゲームだったらもういい加減寝なさいって言われるまでやりますよね。ワクワクして続きが早くやりたいよね。剣道はゲーム、まずはこれでいい。打ったら勝ち、打たれたら負け。打てないからって負けじゃないし、打たれなければ負けることはない。面、小手、胴、高校生以上は月、どれも同じ価値の一歩。単純だよね。でもそういうゲームなんだもん。ゲームとかでパラメータってあると思うんだけど、これは剣道にもあると思ってて、攻撃力が高い選手もいれば防御力が高い選手もいる。スピードが持ち味だっていう選手もいるし、全部高い選手もいるかもしれない。相手を分析する能力が高かったり、細かいテクニックが上手な選手もいる。大体3本勝負だから HP は全員2だけど、自分の能力を冷静に分析して紙に書き出してみてもいいかもしれない。自分にはどんな特徴があるのか。パラメーターには今言った以外の要素もいっぱいあると思う。あとはどんな技が打てるのか。面打ちが得意だけど胴打ちは苦手とか、そういうところも含めるともっと自分の特徴が見えてくる。攻撃力が高くて守るのが苦手な選手だとしたら、ずっと自分が攻めてる試合展開を作りたいなとか、相手が守りたくなるような
入り方ってこうかなとか、試合時間が4分だったら3分間はもう自分が攻めてるように試合してみようとか、なるべく守る時間を減らしてみようとか、攻撃力はないけど守るのが得意な選手だったら相手の動きを守りながら分析して、ここが弱点だなっていうのを見つけて試合に勝つとか、返し道が得意な選手だったらどうしたら相手が面打ってきてくれるかな、どうしたら面打つチャンスって相手に思い込ましてはめることができるだろうとか、そういうことを考えると楽しいです。自分の能力を分析するときに、いくら自分のことが好きだからって私はこれもできるあれもできる、どの能力も全て高い、本当は違うのにそういう風に評価しちゃうと正確に自分のことが分からなくなっちゃうので、そこは注意です。こんな風にいろんな特徴を持った人たちが同じ競技をしているから全員が同じ剣道っていうのはありえないんです。またそこが面白いところ。自分はどういう選手になりたいのか、どの能力を高くしていきたいのか、自分が理想とする剣道に近づくために考えてみよう。強くてかっこいい参考になる選手 YouTube にめちゃくちゃいっぱいいるからね。今できないことも必ずできるようになる。教えてくれる先生があなたにさせたい剣道と自分が目指す剣道が違うこともあるかもしれないけど、まずは自分がどうなりたいかっていうのを持っておくと、このゲームを進める上で楽しくなるから。試合中はこの選手よくこうやって受けるからここの小手を狙ってみようかなとか、打とうとすると下がるから大きく入って打ってみようかなとか、ちょっと入るとすぐ打ってくるからそこを返し道を狙ってみようかなとか、スピードが速いからたくさん避けて相手を疲れさせてから打とうかなとか、こんな風に誰でも思いつきそうな簡単なことでもいいから考えながらゲームだと思って相手を攻略するっていうつもりでやってみることが大切。失敗しても全然いいから、そういう風に考えて戦うところがゲーム性があって面白いんだよね。どう工夫して自分の持ち味を鍛え上げていくのか、こういう風に相手を攻略した人が勝つゲームなんですよね。どうだろう、そう考えると結構楽しめそうじゃないですか。道具を使うスポーツは番狂わせが起きやすい。強いと思われてた人に弱いと思われてた人が勝っちゃうみたいなね。100m 走でボルトに勝とうと思ったらちょっと工夫しても難しいよね。てか無理だと思う。犬でも勝てない。でも剣道だったらそれができる。剣道に決まった形はないと思ってます。自由でいい。誰でも持ち味を生かせば強くなる。持ち味を磨けば強くなる。自分にしかない持ち味が必ず全員ある。運動が得意なことも背が低いこともゲームが得意なこともあんまり動きたくないなっていうことも全てが武器になる最高のゲーム。何でも武器になるんだから、自分には向いてないなんてことはないです。もう一度言います。自分にしかない持ち味が必ず全員あります。まだそう言われてもなかなかイメージできないなとか、そう言われても僕のオリジナルって何なんだろう、持ち味って何なんだろうとか、そういう考えになることも分かります。背が大きいこととかスピードがあるっていうのは確かに大きな武器にはなるんだけど、それだけで勝てるっていうわけじゃないんだよね。自分の持ち味としてしっかり磨いて生かし方を考えないと。逆に言うと小さい人とかスピードに自信がない人も自分の持ち味をうまく生かして戦うことができれば、そういう相手にも勝てるんだよね。全く体格が同じ人っていうのも珍しいし、全くスピードが同じ人もいない。考えることとか試合中にひらめくことも全く同じ人なんていないんだよね。だからもうあなたが剣道をしているだけですでにオリジナルなんですよ。得意な部分も苦手な部分も。持ち味とかオリジナルっていうのはアニメのキャラクターみたいな特殊能力とかそういうことじゃなくて、簡単に思いつく程度でいいんです。それを活かしていこう。ぜひこんな考えを持って剣道をしてほしい。で、剣道が好きだから自分がやってる剣道という競技にプライドを持って最初に言ったような厳しいところも大切にできる。武道という側面、礼儀なんかも大切にできる。楽しいからああいう選手みたいになりたいなと思って次はこういう風になれるかもって期待して難しい話も理解しようとしたり、厳しい練習も頑張れたりする。自分から厳しい練習を求めるようになるかもしれない。
剣道をゲームと考えて、自分を育成、レベルアップさせる。相手を、大会を攻略するために考えたり鍛えたりする。そのマインドが持てれば、剣道を大切にできる。そういう仲間たちが周りに増えて、もっと剣道が楽しくなる。まだまだ伝えたいことがたくさんあります。これからも剣道に対する考え方、マインドであったりとか、心の持ち方、技術でどういうことを気をつけるのか、僕の過去の話、いろんな側面をいろんな角度から皆さんと一緒に剣道を楽しめるように、ゲームってそういうことかって思えるように、今後も動画を配信していきたいと思っています。少しでもいいなと思ってくれたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。すごく励みになります。もっともっと剣道を楽しんでいきましょう。それでは。